皆さんお疲れ様です。ババアの文具動画のゲームチャンネルへようこそ。こちら中国万年筆の第5弾です。本日第5弾です。ジンハオ51に本日はトライしていきたいと思います。ジンハオ51です。すごい綺麗なアクリルですよね。このアクリルはペン BBS や他の新興文具のメーカーと同じものだと思います。確定ではないですけど、まあ9割方一緒でしょうね。この安い価格帯でペン BBS とか 4,5 千円しちゃうので、アクリルの綺麗さを確かめたいっていう人にもおすすめです。変化球バージョンを紹介します。先に予告なんですが、ジンハオ 51A は基軸も揃えてます。基軸がピーチウッド、タイガーウッド、ローズウッド、カリンですね。エボニーウッド、黒炭。こちらもね、発注してあるんですよ。先に予告しておきます。これも届く予定です。本日紹介するのはボビーハンドメイドニブ、ボビーカスタムと言われるタイプのものです。ちょっと高いよね。900円ぐらいするんで、3倍ぐらいかな、普通のやつの。ニブの先端がクイッて曲がってるの分かります？ベントタイプ。ベントって英語で言うと曲がるってことなんですけど、曲げてあるニブです。この曲げることによって、ぬらっとした M 字が描けるタイプのニブになります。非常に評判いいです。コレクターはだいたい4本から8本揃えてる人が多いんですけど、その中でもボビーカスタムは非常に人気があります。英語書くとき気持ちいいんでしょうね。ちなみにパイロットで例えるならウェーバリーです。ウェーバリーだと5号ではなくて10号とか15号の 2,3 万円台のペン先でしかこういうの経験できないから、1000円でこれが経験できるんだったら私は買いだと思って買いました。アリエクスプレスで1月28日にオーダー、2月の8日に届きました。11日間かかりました。標準です。それでは開けていきましょう。どっから開けるかな。なんでこれ入ってた？このいい加減さいいですね。ちょっとな今日曇ってるからね、綺麗さが伝わんないかもな。どうでしょう。画面が遠かったのでちょっと近づけてみました。これなかなか綺麗なアクリルですよね。ジンハオ 51A、パーカー51をパクってます。早速いろいろ見てっちゃいましょう。ジンハオという企業が1988年に生まれます。最初は厚生省、中国の厚生省で設立されて、その後2003年に上海に移ります。2つの工場があって300人の雇用があります。転換部分いつも通りにちゃんと磨かれてますね。このジンハオマークですね。ちゃんとなんちゃってじゃなくてちゃんと挟まります。そのキャップのこの部分にはジンハオ 51A ですね。アリエクスプレスで検索かけるときにジンハオ51だとなかなか出てこないときあるので、ジンハオ 51A で入れると検索出ます。ちゃんと丸く仕上げてますね。特殊ベントにせよ普通のにせよ300円から900円とは思えない出来です。ネジ式ではなくて環合っていうんですけどね、このキャップをポッと開ける環合タイプになります。グリップですね。グリップの長さもちょうどいいし、セクションとバレルのつながり、グリップとこの軸のつながりも非常にスムーズです。でそのままシェイプされる、まっすぐとかではなくてきちんと丸みを帯びた形になってます。ノートやテストや速記向きになります。ステンレスのネジネジがあって、ヨーロッパタイプのコンバーターです。安心する既視感、そうです。ジンハオって書いてありますけど、得意のコピー、ラミをコピってますね。バレルに直接ネジネジありますけど、キャップの内部ですね、ちょっとフォーカスが合わないですけど、プラスのドライバーで転換外せるタイプですね。ペン先の話なんですけど、どっちがベントでしょう。3、2、1、そうですね。上がベントですね。下が前回紹介したビンソン601の 0.38EF タイプですね。見た感じはすごい似てるんですけど、書き味は全然別物です。こんなねちょっとの違いなんですけどね。多分日本の国産の低価格帯でベントってないと思うんですよね。大きさの対比がわからないと思うのでサファリ出しますね。ウィンソン601、ジンハオ 51A サファリですね。これが無印のシャーペン。サファリと比べると
若干ちっちゃいかな。でもシャーペンと比べるとそれなりに万年筆らしい太さはあります。これがジェットストリームですね。身近なもので一通り比べるとこのぐらいの大きさですね。これだけで見るよりも気持ち大きく感じるかもしれないです。もうさ、インクのレパートリーないからさ、これで許してね。沼ってるからね、インクにかけるお金がないんだよね。アダプターが見えますね。ここにぶち込んでいきましょう。汚れた？汚れてない？こういったパーカー51タイプはポストって言って軸のお尻にキャップを刺しても非常にいいバランスになります。じゃあ書いていこう。こちらがジンハオの 51A。 バリバリ書きやすい。ガチ鈍だけど非常にスムーズで、このペンポイントここね、ペンポイントが非常にいい感じです。海外での評価はフローが非常にいい。そしてスーパースムース。突然筆記体書き殴ってるけど、ちょっとね、あまりにもフローがいいんで思わず勢い余って筆記体ばっかなってますけど、特に英語の勉強がいい。いや、300円でぜひトライしてみてほしいな。海外の万年筆初トライで、もう小学生でも中学生でも使える。気持ちいい。この書き味気持ちいいな。ジンハオ 51A で、これを漢字で、ジンが金で、ハオがオーストラリアのこれかな。これでジンハオね。これでボビーカスタム。汚いな、おい。可愛く書くとボビーカスタム。可愛いのかな、これはベント仕様になってます。ベントっていうのは曲がっとる。ベントっていうのは曲がっとることを言います。このカーブのこのインクフローのヌラヌラ感が出るんですけど、このちょっと大げさに書くよ。こういったただ M の太字よりもすごい流れんの。チャレンジャー、新規開拓性を求めている人はこのベント仕様人生で一度試すといいと思います。スチール2部、通常はファインで 0.38 ミリぐらい。ベントになると、これ間違えたらごめん、もしかしたら 0.9 かもしれない。書きやすいな、やっぱり。ちょっと曲がった形状なだけでめっちゃ快適なの。横、斜め、今度は上の全方向ですね。もう全然引っかかんないじゃん。全然引っかかりません。素晴らしいです。これ全然力入れてない。力入れる。変わんないの分かるかな。スタブとかカリグラフィーとは違って、ここがこう2部の上が平らなものと違って、縦横ベントの場合は線は変わりません。いいですね。これはヌラヌラ書けるわっていうぐらいいいです。じゃあここでベントじゃない 0.38 試してみましょう。先日買った601、ウィンソンの601ですね。フライターモデル。こ
れもめちゃくちゃ書きやすいんですよ。わかるかな、違い。この細さの違い。全然違いますよね。もう2分の1ぐらい。フローが、いや素晴らしいね。競速機向き、本当に私は大好きです。ついでにウィンソの時に書いたこの試した字の上から書いていきたいと思います。ベントがどんだけ違うかわかると思います。この違いわかりますかね。こちらがね、なんか鋼みたいな、針金みたいに細いのに加えて、こちら倍ぐらい太いんですよ。ちょっとごちゃごちゃしすぎかな。全然違う、倍ぐらい違うんですよ。ぐしゃぐしゃやるとわかるかな。右のぐしゃぐしゃとこの左のベントのぐしゃぐしゃの幅全然違いますよね。っていうかこれさ、もう永遠にスキップしないよ。これ外人さん好きだわ。なんかサインとかさ、グーフィー兄貴って書いてみたんですけど、いや、永遠に出る、永遠に出る。これがこの間のムーンマンの C1 のちょっとウエスタン寄りの F だよねって言ってたやつ。多分これに近いんじゃないかな。字が汚くて違いがわからん。字幅同じぐらいで、書き味は私はこっちの方が好きですね。滑らかというか、C1 の方はこうがっつり突き刺さるようなガチニブなんだけど、ベントしてるとちょっとこう力が各方向に滑らかに逃げてくれる。各方向に滑らかに逃げる。これベントの特徴ですね。書いてて面白いですね、このベントって。全然特殊じゃないですよ。平べったいスタブなどと比べても全然書きやすいタイプです。英語を勉強する際とかめちゃめちゃなんかね、テンション上がる。フローがいいんで文字もきっちり濃く出るんで。続いてはビッグカメラのコピー紙。コピー紙もね、なんか表面のあれがこのなんていうの、スリットに詰まるとか言うんですけど、そこまで詰まるまでめちゃめちゃ書いてる人ほとんどいないので、詰まるぐらい書ければ十分愛好家になれます。ビッグカメラのコピー紙で、ちゃんと修理できる人もいるし、近辺だったら修理に出して、こういうなんだろう、使い倒すものだったら新しく新調してっていうのがいいんではないでしょうか。コピー紙の A4 で、ペンはチンハオ 51A、 めちゃめちゃ書きやすい。約 20g、 キャップが 9g、 11g。 ポストすると使いやすいタイプです。約139、約62、約127。それでは少し分解していきましょう。この辺はあれかな、簡単かな。ちなみにこのマット、グッドシングスアーカミングって書いてあるこのマットなんですけど、ダイソーでトイレマットで売ってたやつです。残念報告です。グリップとこのネジネジ部分が硬すぎて女性の手では分解できなかったです。というわけで本日は第5弾ジンハオ 51A のアクリル軸でした。このアクリル軸ね、アジアでもう取り合い合戦になってるんですけど、この安さで一度確認してみるといいと思います。一気にペン BBS 行くと5000円とかしちゃうんで、ぜひネットで確認して見てみてください。でさ、余談なんだけど基軸来るし、他にもね、沼るって言ったじゃないですか、第1弾で。2つの予定が多分ね、秋ぐらいまで続くぐらいのラインナップになってます。助けてください。それじゃあまた。じゃあね。